私の何々は大学の教員です。国際交流員ワクワク動画。皆さんこんにちは。中国の国際交流員カクです。同じ外国人の皆さん、日本語を勉強するときに漢字が特に難しいと思う方、手を挙げてみてください。漢字の国だから全部簡単でしょとずっと言われてきましたけど、実は中国出身の私でも漢字で迷ったことはあります。今回はクイズの形を通じて、ぜひ皆さんに私の悩みを理解してほしいと思いますさて皆さん、準備はいかがでしょうか？はい、ありがとうございます。はい、では始めましょう。視聴者の皆さんもぜひやってみてください。じゃあこっちからですね。最初は、皆さんの好きな番号を選んでください7番7番です。やはり日本語と中国語の漢字の書き方がちょっと違うので、簡体字はこっちになりますけど、この言葉ですね。ちょっと例文を出しますね。ここで何々ないでください。A は歌わない、B は口喧嘩しない、C は騒がない、D は演奏しない。はい、どうでしょう？じゃあ C の騒がないです。さあどうでしょう？正解ですはい、5番5番、はい、5番です。で、この字と書いて、怪我と同じですね。はっきり伝えなかったこと、何々。もう一回言います。A、ごめんなさい。B、私のせいです。C、許してください。D、ご理解ください。正解は D です。正解は B です。日本語では怪我は一つの言葉ですけど、実は中国語では上の字は何々のせいです。B は私のことです。だから合わせてみると私のせいです。何番ですか？4番。はい、4番が早めに出ました。はい、はい、この字と書きまして、日本語の手紙と同じ言葉ですね。すぐ使いたいのに何々を切らしているので困ります大ヒントだと思いますけどA、キッチンペーパー、B、トイレットペーパー、C、醤油、D、ハサミ。はい、手袋だ。手袋？手袋。ハサミだもん。ごめんなさい。D、手紙。はい、答えてください。今 D また間違えた。そう2回目行った時に手紙って言ったから。出てる。やっぱり B、手袋。 B でしょうか。おお、正解です。おめでとうございます。じゃあ1ポイント。1番。はい、私の何々は大学の教員です。 A、夢。 B、旦那さん。 C、息子。 D、職業。 B にしました。はい、正解です。ここでは、音の意味を取っているので、じゃあ3番ですね。この字と書いて、今回は何々のおごりになります。 A、社長。 B、校長先生。 C、先輩。 D、友達。正解は B でしょうか。はい、
どうなんでしょうか。正解は C です。先輩。中国語ではこの2文字の組み合わせが先輩の意味で、中でも特に男性の先輩のことを言います。しかも大学とか高校の中の先輩、もし社会人で会社に入ったら先輩はこの言葉を使わないです。はい、何番ですか9番。はい、こういう質問です。昨日駅で何々に遭遇しました。 A 前任者、 B 昔の親友、 C 昔の恋人、 D 以前よく行っていたお店の担当者。どれでしょうか。 Like the one that's most remarkable for moving to a station is X. I don't understand your exams. I understand people's attention as distraction. Okay. I hope I'm not wrong. よし。じゃあ、はい、 C です。正解です。はい、1ポイント獲得おめでとうございます。ちょっとこれも、説明しますけど、中国語だとこの言葉前任社長とか前任何々の場合に前のこの仕事をしてた人っていう意味もあるんですけど、このままこの、単語が出てその一つの言葉として使うときに昔の恋人の意味です。男女を問わず使います。じゃあ、英語と一緒だと思います。X 何かは何でも言えるけど X だけって言ったら前の恋人っていう。そうですね。6番。こういう質問です。彼の作った中華料理はなかなか何々です。 A おいしい、 B 心のこもったもの、 C 本場の味、 D まずい。はい、どれでしょうか。 C です。はい、C です。はい、何でも本場の何々っていうのが言えますけど、この文は料理についてだから本場の味にしました。本場っていう意味です。はい、あと2問ですけど、どれにしますか。8。はい。ようやく何々ました。 A は成功しました。 B は終わりました。 C 勝ちました。 D 上達しました。はい。正解は A でしょうか。はい、正解は B です。だとごめん。はい、最後は選べないんですけど、はい、すいませんね。はい、2番。2番です。何々だから必ず約束を守る。 A 大丈夫、 B 責任感のある男、 C 大事なこと、 D いつものこと。 B でしょうか。その通りです。B です。10問と11問目は早押しクイズです。早くこうしたら答える権利をもらいます。でももし間違えたらもう今回答える権利がなくなるので、ぜひ気をつけてください。はい、では始めます。10問目はこういう質問です。うちの何々はちょっと直さないといけない。 A ベッド、 B テーブル、 C 床、 D エアコン。はい、答えてください。はいはい、どうぞ。 A ベッドですか。はい、正解です。すごいですね。すごい。はい、では最後の質問ですね。これは
想像力をぜひたくさん使ってください。はい、何この感これです。日本語がないやつね。中国では何々に行くとよくこの字を見かけます。 A ラーメン屋さん、 B 中華料理屋さん、 C 結婚式、 D 入学式。はい、はい、どうぞ。さあ、いいです。 B です。はい、すいません、外れました。あ今回のあ、そうそう。はい、なんだろじゃあもう一回ですね。う。C ですか？はいはい、正解です。これも私はこの中で一番びっくりしたんですけど、中国ではこの2つの喜びっていう字なので、よく結婚式に使われてますけど、日本では最初ラーメン屋さんにいたらそのボールの上にって書いてありました。すごくびっくりしました。はい、ちなみにルークさんはどうやって分かったんですか？なんか結婚式で、まあ、なんか2つの喜びの意味かなと思ったので、確かに。まあ、2人の喜びっていうか結果発表は1チーム3点です。2チーム悲しいですけど全部外れました。イエーイ。イエーイ。チーム3が5点です。今回優勝しました。おめでとう。皆さんお疲れ様ですぜひ皆さんの感想を聞きたいと思います。漢字の勉強はずっとしてきてはいたんですけど、やっぱり意味が全然違うのに驚きました。面白かったです。私は本当に漢字が苦手と思うんですけれども、なんか微妙に見たこんな意味じゃないかなって思ってびっくりしました楽しかったです。意外と知らなくてびっくりしました。本当に最後の文字は、韓国でよく行ったマーラーのお店でいつもそういう器が出るから絶対中国の料理屋さんで使うものだなと思ったんですけど韓国だけでした。はい、楽しかったです。同じ字を使っている言語でも違うっていうところがすごく面白いなと思いました。そして中国語の、まあ、会社の意味いろいろ面白いのを覚えてきましたやっぱり漢字って面白いものだなって改めて思いました。皆さん実際にやってみていかがでしたか？ぜひコメント欄でご感想やご質問を聞かせてください。ではまた。バイバイ。